Hey Tube, and you're watching Abby's channel. 皆さんこんにちは、やらさびです。今日はちょっといつもより映像が綺麗になってるんじゃないかなと思うんですけど、みんな気づいてますでしょうか？実はなんとライトを1つ増やしました。はい、ライト2つになったんですよ、実は今回から。で、今まで私こちらのライトをなんと1つだけで頑張ってたので、結構こう調節するのがすごい大変で、っていうのはライトをこう一方的に当てるとこっちがすごい暗くなったりとかで、変に上からやってもクマがすごかったり、近づかしたりなんかもう飛んじゃって顔がすごい大変だったんですよ。しかも私今までこうフィルターだけをつけてやってたんで、結局あんまり光がこう柔らかくなんなくて、すごいもう直射感が半端なくて、もう眩しいわ、でも我慢してやってたら顔飛ぶわで、結構大変だったんですよ。なので今回ちょっと奮発して同じタイプのライトをもう1個買って2個に増やしました。しかもなんと今回から私カバーをつけてみたんですよ。そしたらもうすごい明るいし、影もそんなにできづらくなったんですけど、眩しさもなくてすごい今やりやすくて、って言っても私まだこのカメラ越しにしかちょっと確認してないんで映像では分かんないんですけど、多分すごく映像的に変わったんじゃないかなと思ってます。ただ言えるのはもうごまかしが効かないので、クマのひどさとかはこれはもうナチュラルもんです。はい、というわけで本題に入りたいと思います。はい、実はついにヘビーガンダムが完成しました。はい、完成したんですよ。ようやくついにって感じですね。結構今回も時間と手間をかけたので、だいぶいいものができてんじゃないかなと思ってるので、ちょっと早速なんですけど見てください。じゃじゃーん、ヘビーガンダムです。確かにマスターグレードだよね。ヘビーガンダム売ってるんですけど、この144分の1の HG ヘビーガンダムは売ってないんですよ。皆さん欲しくても買えないんですよ。ではちょっとね、ぐるっと見てもらいましょう。じゃーん。後ろもね、ほい。はい、こんな感じです。今回塗装はいつも通りグラデーション塗装をして、その上からドライブラシをしたんですけど、ちょっと今回この色がなんか難しくて、あんまりグラデーションしてるんですけどそんな風に見えないんですよね。ちょっと色が難しかったです。ではせっかくなのでちょっと細かく説明していきたいと思います。で、今回作ったこのヘビーガンダムは前回作ったフルアーマーガンダムと違って、アーマーを装着してるんじゃなくて重装甲にして運動性の向上を図ったガンダムなので、前回買ったガンダムフィクスフィギュレーションだと、このパーツをはめてヘビーガンダムにできますよ、なりますよっていうフィギュアだったんで、ちょっとこの一体感がないんですよ。ちょっとゴワゴワしちゃって全体的に。で、今回はそれがこうスラッとスレンダーというんですかね、こうスマートに見えるようにちょっと改造を心がけてみました。なのでこんな感じで、パッと見でも分かるようにこうスラッとしたデザインになりました。例えばここの腰の部分は、普通にガンダムのパーツをそのまま使っただけなんですけど、この横の部分、これは一回ヘビーガンダムのパーツをこうつけたので、こうやって動くように改造しました。あと、胸の部分なんですけど、これはもう肉抜きをして、ギリギリまでこう詰めれるように頑張って抜きました。っていうのは、なるだけねスマートに見えるようにしたかったんで、ちょっと頑張って抜いて、おかげでこんなにもすっきりとした印象になりました。はい、で横から見るとこんな感じです。横は一応プラバンと練りパテを使ってこう滑らかになるように改造したんですけど、だいぶ
この装着感がなくなったんじゃないでしょうか。では今回一番不安だった足なんですけど、肉詰めをしたんですよ。でもこうやって塗装した後に見てみるとすごくナチュラルというか馴染んでていい感じに仕上がりました。大成功です。で実は何気に気に入っているのがこちらのお尻のパーツなんですけど、これは今回ディテールをちょっと加えてみました。ガンダムフィクスフィギュレーションのねパーツをニッパーで切ったりして、こうやってね違和感のないようにくっつけてみました。すっごいねお気に入りです。でバックパックなんですけど、ちょっと調べたらこのヘビーガンダムなんかこのバーニアが3つあるデザインが出てきたんですよ。ただ今回はガンダムフィクスフィギュレーションのデザインだとこう4つついてるので、今回こちらのデザインにちょっと従ってそのままにしましたが、バーニアもともとついてたバーニアがあまりにもちょっとしょぼかったので、こちら別売りのバーニアをくっつけてみました。でここにちょっとダクトっぽいのがあるんですけど、実はこれもマスキングテープを使って色分けをしたんですよ。でも結構、見てわかるようにすごいデコボコしてて結構細かいデザインなので、これがちょっと大変な作業でした。はい、そして武器を持たせるとこんな感じです。最初ねこれ作る前にこう持たせた時にこう腕がどうしても重さに耐えきれなくて落ちちゃうっていう悩みがあったんですけど、こんな感じで無事に解消しました。ちょっとね立たせるのは結構難しかったんで、今回は座りのポーズです。でも腕がまっすぐになったんで結構いい感じじゃないでしょうか。というわけでせっかくなんで前回作ったフルアーマーガンダムと一緒に並べてみましょう。じゃーん、どうですかこの2つ。もう並べるとめちゃめちゃかっこいいでしょ。でもねこの2つね売ってないんですよ。でこちらの右にある皆さんご存知のフルアーマーガンダム、これねこのデザインが欲しくても売ってないじゃないですか。きっとみんな我慢してサンダーボルト版を買って飾ると思うんですけど、私はこっちを飾っちゃうんですよ。でちょっと説明するの忘れてたんですけど、デカール今回水転写デカールに挑戦しました。はい、こういうところにね貼ってみたんですけど、やっぱ普通のデカールに比べたらシール感がだいぶなくなってすごくいい感じになってます。ところがね、結構ちょっと作業自体は手間が多かったかなってイメージでしたね、印象は。なので、このぐらいちょこっと貼ったぐらいにしときました。はい、というわけで今回のヘビーガンダムはこんな感じでした。やっぱりね売ってないものを作るっていうのはいいですね。確かに普通にねガンプラを作って塗装するよりもすごい手間もかかるし時間もかかるしって感じで大変な作業多いんですけど、やっぱその分愛着が湧いてすごく今回もいい経験になりました。で、もちろんこの後にもいろいろもう皆さんにお披露目したいガンプラを用意してるので、ぜひそちらもこのまま見ていただけたら嬉しいです。というわけで皆さん今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。See you next週. Bye!
アビーです。近々質問コーナーもやりたいので、コメント欄か Twitter にハッシュタグ柳瀬アビーに質問と打って質問をくれると嬉しいです。